皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢解説です。ウクライナの戦場における状況がどのようになっているのか、国際情勢についてのニュースも合わせて解説していくので、ウクライナ情勢関連の情報をアップデートしていくのにお役立てください。それでは早速今日取り扱うニュースです。今日取り扱う主な話題は4つ。まず第一に、ロシアの政治状況。プーチン大統領次期大統領選挙へ出馬を表明しました。一方でウクライナの方でも、本来であれば来年は大統領選挙が行われる年でした。ウクライナの政治状況も合わせて見ていきましょう。そして3つ目、冬になることにより、ロシア、ウクライナともに非常に寒くなってきました。それに合わせて多くの人々が暖房が必須となるのですが、ロシアによる社会インフラ、電力に対する打撃を与えるためのミサイル攻撃が始まったようです。そして第4は、ウクライナに対するアメリカの支援。現在非常に混沌としている状況の中、ロシアのペスコフ大統領府報道官は、アメリカ共和党の議員らが引き続きウクライナへの支援を阻止し続けてほしいと語っています。これらのニュースの後に選挙解説へ行きます。まずはプーチン大統領の動きを見てみましょう。ロシア、プーチン大統領、来年3月の大統領選挙に立候補を表明。ロシアのプーチン大統領は、来年3月に行われる大統領選挙に立候補する意向を表明しました。選挙を通じて国民に結束を訴えながら政権基盤を一層固め、ウクライナへの軍事侵攻を続けていく構えとみられます。プーチン大統領は首都モスクワのクレムリンで開かれたウクライナへの軍事侵攻に参加する兵士などを称える式典に出席しました。式典の後、参加した兵士などがプーチン大統領のもとに駆け寄り、あなたが私たちの大統領だ。ロシアはあなたを必要としているなどと訴えかけました。これに対してプーチン大統領は今が決断の時だと応じ、来年3月17日に行われる大統領選挙に立候補する意向を表明しました。2000年に初めて当選したプーチン大統領にとっては通算5回目の立候補となり、当選すれば新たな任期は2030年までとなります。大統領選挙をめぐってプーチン政権はウクライナの南部クリミアのほか、去年一方的に併合を宣言した東部と南部の合わせて4つの州でも強行するとしています。国営テレビで放送された今回の立候補表明は、兵士から直接壊れたとする形が強調されていて、戦時下のロシアでプーチン大統領の存在は欠かせないと強調する狙いとみられます。有力な対立候補はおらず、プーチン氏の当選は確実視されています。プーチン大統領としては、国の存亡をかけた戦争が続いているとして、国民に結束を訴えながら、政権基盤を一層固め、軍事侵攻を続けていく構えとみられます。今回プーチン大統領が大統領選挙をするにあたって軍部からの支持が厚いということを表すためにも、兵士たちからあなたこそが大統領にふさわしいみたいな形で大統領選挙に出る形を取りました。国民に押されてではなく、軍から信任を得ていることをわざわざアピールするところに今の戦争との関わりがあります。すでに多くの人たちが戦場に送られて亡くなっている人たちもたくさんいるわけですが、この間ロシアでは正式な戦死者数について発表はされていません。どれだけの人々が亡くなったかについてはベールに包まれた状態で、軍からは信任厚く戦争を継続していくぞということを改めて今回の大統領選挙への出馬でも表したわけです。プーチン大統領にとっては基本的に相手となるような人物はいないので、大統領選挙については基本的にはもう勝ったというような状態です。これまで行われてきた大統領選挙でも継続的に不正が発生していることからも、今回も似たようなこととなり、たとえ強いライバルがいたとしても選挙には勝つようにできていると言われています。基本的にロシアにおける選挙はまともな選挙ではないというのが定評となっています。そのような形なので、選挙そのものに対してプーチン大統領はさして気にはしていないでしょう。しかし、国民からの信頼を集めているかどうか、その演出に関しては気をつけています。軍だけではなく、やはり国民からも支持を集めたいと思っているでしょうから、だからこそプーチン大統領にとって大事なのは、戦死者数がどれだけかではなくて、自分の狙った通りに戦争がうまくいっているんだよということを少しでも印象づけようとして、現在ではウクライナの東部戦線において攻勢を仕掛け、ドンバス地方全体を制圧するんだぞというのを目指しているわけです。これなどは全体的にうまくいっているかいっていないかではなく、一つ政治的な目標としてこれだけの成果があるんだということを見せるためにも、今は被害を無視してでも攻勢を続けているのでしょう。また
今攻勢を続けている理由としてももう一つあって、それはウクライナを支援する国々に今乱れが発生しているからです。このことについては少し後で触れていきましょう。続いてはロシアに続いてウクライナの中における政治状況についてもお話をしておきましょう。ウクライナでは大統領選挙が現在延期されています。戦争中のため戒厳令下にあり、大統領選挙を実施する手続きが現在は凍結されているからです。大統領選挙を行わない理由については以下の理由があります。戦時下で多くの国民が議論に集中できない状況です。そして、もしも大統領選挙のような大きなイベントとして実施すれば、投票所そのものが攻撃にさらされる危険性があります。そして、意見の対立やもしくはゼレンスキー大統領自身が選挙に負けるようなことになれば影響が出ると見られます。そして4つ目は少し切実な話として、選挙には大きなお金が動くものですが、今は誰にとってもそのような余裕がないと言えるでしょう。だからこそ余裕のある海外勢、特にロシアなどが選挙への介入といったものを果たそうとする可能性が十分あります。ちなみに戦争の継続性についてなのですが、例えばゼレンスキー大統領はロシアによる侵入をなんとかこれを阻止し、奪われた国土を回復しようとしています。これに対する反対候補として、ロシアと和平を結ぶべきだといった話ではなく、私ならもっとうまくロシアと戦える戦争指導が行える、そのようなゼレンスキー大統領の上位版だと名乗り出る人物が人気を集めた場合の方がむしろ問題が発生するでしょう。ウクライナ国内においても戦争疲れというのは当然あるわけですが、だからといって大統領自らがもう戦争をやめようといえばそうはいくかと多くの人たちが反発するでしょう。しかしゼレンスキー大統領よりも私の方がもっとうまく戦争指導できるといった場合において大統領が交代する可能性は十分あります。そしてこの時政治的な問題となるのが、軍の総司令官であるザルジニー氏が軍から飛び出て大統領選挙に出た場合において、国内においてかなり議論が沸騰する可能性があります。このような場合を想定してゼレンスキー大統領がザルジニー氏を牽制するといった場面が増えることによって、政権と軍との間に隙間風が吹いているといったことが、ここ最近ウクライナ国内で報道されるようになっています。大統領選挙を実施しない現在においてもそのような影響が出ているので、もしも実際に大統領選挙をするぞとなれば、もっとウクライナ国内の政治状況は乱れる可能性があります。ちなみにアメリカの共和党のリンゼー・グラム上院議員など、米欧の政治家の一部の中には、戦争中であっても自由で公平な投票を実施できることを示すため、選挙実施を求めると大統領選挙を行うべきだとする意見があります。これはまた一つの意見として、そのも一理あるのですが、戦争中で大変な時期ということもあるので、実際にはやらない方がウクライナ国内の安定度としては保たれるでしょう。次に、ロシア軍の79日ぶり爆撃からの巡航ミサイル攻撃が行われました。久しぶりの大型爆撃からの巡航ミサイル発射といったことがあり、ロシア軍による電力インフラへの攻撃が始まったとみられます。この間、ロシア軍は大規模なミサイル攻撃といったものは行わず、破壊力の低めである大型ドローンによる突撃といったものが大規模に行われてきました。こちらの方は電力インフラそのものを麻痺させるほどの威力はなかったことから、むしろこれからがロシア軍の本格的な攻撃が開始されるとみられます。余談なのですが、日本からはこうした電力インフラへの攻撃に対して冬への備えとして発電機が送られたり回路が送られたりしています。発電機は各国から送られているので日本の支援が別に目立つことはないのですが、回路はちょっと違ったようで、ウクライナではそうした商品が一般的ではなかったことから受け取った人たちが重宝しているといったことが伝えられています。日本は軍事支援は一切できず、できるものとしてはヘルメットや防弾チョッキ、その他はもう人道支援や経済支援のみです。現在の戦況を考えると今最も必要なのは軍事支援なわけですが、日本の基本方針としてたとえ国際秩序を乱す侵略者に対してでも困っている国に対して軍事支援できないというのは私は変えるべき点だと思います。最後の関連ニュース、ウクライナに対する軍事支援、アメリカの動きが停滞しているのですが、これに対してロシア側からもっともっと阻止してくれという発言が出ています。
ウクライナ支援の阻止継続をロシア大統領府アメリカ議員に期待。アメリカ議会でウクライナ軍事支援予算の承認が滞る中、ロシア大統領府はアメリカ議員らが予算成立を阻止し続けることを期待すると述べた。アメリカ上院共和党は求めていた移民制度改革が予算案に盛り込まれないことに難色を示し、ウクライナとイスラエルに対する約15兆3900億円の支援予算を阻止した。ロシアのペスコフ大統領府報道官は会見で、アメリカ議員の中に冷静な人物が十分残っていることが期待される。ホワイトハウスのバイデン政権がアメリカ上院議員を介入し、アメリカ国民から集めた税金をウクライナ戦争という炉で焼き尽くそうとしていると非難した。ロシアのプーチン大統領は、西側諸国の支援がなければ、ウクライナ軍は1週間で崩壊するとの見方を示している。バイデン大統領は、ウクライナ支援で世界を主導しているが、議会では共和党議員の間で、ウクライナ支持が弱まっている。バイデン政権は、議会が予算を承認しなければ、ウクライナ軍事支援予算が数週間以内に枯渇すると警告している。もうすぐなくなるぞとバイデン政権は訴えていますが、実際にはもうすでになくなっているとも言える状況です。支援総額前年比 87% 減。ドイツ研究所8から10月の段階。ドイツのキール世界経済研究所は、各国が今年8月から10月に表明したウクライナ支援の総額が前年同期比で 87% 減少したと発表した。昨年1月以来最低の額となった。支援に消極的な各国の姿勢が確認されたとして、支援表明の遅れはロシアのプーチン大統領の立場を強めることになると指摘した。経済を発展させる上では、様々な人が様々な考えを持ち、それぞれがそれぞれの意見が尊重され、尊重し合う、そういった関係を築くことにより、さらには競争を行うことによって、目覚ましい発展を遂げるというのがアメリカにおいて証明されています。しかし一方において政治形態としては、戦争する上では、独裁政権の方が基本的には同じ方針で続けることができることから継続性は高く、その分だけ民主主義体制の国々の中において、どれだけこの戦争に対する思いを継続できるかは色合いが異なっています。地理的にも近いヨーロッパ各国においてですら、かつてのソ連と現在のロシアを重ね合わせた上で、ロシアには勝てるものではないと考えてウクライナ支援に否定的な国もあります。ヨーロッパ諸国の中においてですら、意見の対立があるので、さらには地理的に離れているアメリカではさらにそれが増幅され、ヨーロッパにおける騒動にアメリカが関わるべきではないといったちょっと第二次世界大戦の頃のような議論というものが再び盛り上がりを見せ、アメリカは国内の政治、経済、軍事などに集中すべきだといった意見など盛り上がりを見せています。共和党の方は基本的には外には関わるなといった姿勢を見せていることから、ウクライナ支援には消極的になりつつあります。特に一部の議員たちの中でそうした考えを持っている人たちがかなり強固に反対していることもあって、共和党がウクライナ支援にとっては最大の障害となっている現実があります。アメリカ、ウクライナの大統領選挙についての話をしましたが、同様にアメリカにおける大統領選挙においても、もしもトランプ氏、バイデン氏、この2人の大統領選挙になった場合において、トランプ氏は明確にこうしたアメリカ国外での動きには、なるべく関わらないような姿勢を示すと見られています。これは何も別に私の妄想の話をしているわけではなく、トランプ大統領が現役時代にもすでに海外情勢については基本的には手を出すべきではないし、アメリカはなるべくアメリカの中だけでの話に留めようといったことを結構強調していました。世界各国に派遣している軍隊なども、なるべくもはや紛争などには関わりをしないようにしてアメリカへと戻すべきだという話を実際に実行しました。これがアフガニスタンからの撤兵といったものを進める決定的な要因となっていました。またそれだけではありません。安全保障面においてもヨーロッパ各国がアメリカにおんぶに抱っこの状態で、こんな状態でヨーロッパに関しても関わるべきではないとして NATO からの離脱についても何度となく発言を行っています。彼の側近であった人物の中には、トランプ大統領が NATO からの離脱を大真面目に話しているのを聞いてショックを受けている人物などもいます。当初においてはトランプ大統領と同じく、もっともっとアメリカは外ではなくアメリカ自身の繁栄を考えるべきだという意見に賛同していた人たちですら、 NATO からの脱退には驚きを隠せなかったといいます。もしもトランプ氏が再び大統領になれば、彼自身の貫いてきた考えと
してヨーロッパの安全保障には一切関わらないようにする可能性があります。その場合においては当然のようにウクライナへの軍事支援は止められることでしょう。なお、この件に関してトランプ氏は自分が大統領に復帰すればすぐさまウクライナでの戦争は終わらせることができると豪語しています。どのようにして止めれるかといえば、それはウクライナへの支援を打ち切ってウクライナにもう諦めろ、もう戦争はやめろと迫る。それに伴ってロシアのプーチン大統領と話をつけ、このぐらいでやめとけやみたいな形で終わらせるというのです。実際プーチン大統領がそれで満足するかどうかは分かりませんが、少なくともプーチン大統領としてはトランプ氏がもう一回大統領になることは切に願っていることでしょう。彼にとっては非常に心地よい世界へとトランプ大統領は導く可能性があるからです。最後に選挙解説に行きましょう。選挙解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。それでは東部戦線最も北側クピャンスクの戦域から見ていきましょう。北の交通の要衝クピャンスク、そして2022年2023年の最大の激戦地であったバフムトは現在でもなお戦闘の中心地です。ただし東部戦線クピャンスクからその南バフムトまでに至る広大な戦線においては散発的な攻撃にとどまっており、ロシア軍の攻勢は成果を上げているとは言えません。ただし攻勢を続けるということそれ自体がウクライナ軍に対する消耗戦を仕掛けるという意味では今後も続くと見られます。そしてバフムトにおけるロシア軍の攻勢は徐々に前進を果たしており、今年2023年のウクライナ軍による領土奪還作戦によって取り戻した地域については徐々にロシア軍が再占領を果たしているところです。これまでの激戦地がバフムトであったとするならば、現在の最大の激戦地はアウディーイウカです。アウディーイウカにおける戦いは激しいものですが、しかし同時に厳しい冬の訪れに伴って両軍の攻勢は大規模のものからやはり少し規模も下がりますし、戦闘のレベルについても小規模化しています。ただ、戦闘それ自体は継続的に行われているので、最大の激戦地であることに変わりはありません。アウディーイカの町に対するロシア軍の攻撃は三方から行われており、町の南、一時的にロシア軍が陣地を打ち破ったのではないかと言われていたこの地域においては、どうやらウクライナ軍はまだ陣地を維持しているようです。ただし、ロシア軍が突破を図ったといった話についてはおそらく事実でしょう。突破できたかできなかったの、その結果論についてだけ少し事実と異なっているようです。一方で町の南東部、こちらにおいては一進一退の攻防戦が続いており、ロシア軍に与える打撃も大きいのですが、同時にウクライナ軍の方も消耗を強いられています。そして問題なのはやはり北側で、こちらについては一進一退の激しい戦いが継続的に続いています。それというのも、一度破られた防衛戦の後に、第二の防衛戦といったものが固い陣地がなかったことから、ウクライナ軍の損耗も激しさを増しているようです。戦況解説、最後は南部戦線。南部戦線はザポリージャ州、ヘルソン州、この2つがあるのですが、この2つの州における戦いは現在停滞しています。ロシア軍の方も大規模な攻勢には出ておらず、一方においてウクライナ軍も領土奪還のための大規模な作戦は停止しているところです。現在この地域における戦いは主に砲撃戦といった感じで、双方の陣地に対する攻撃を常に打ち合っているところです。最後に、2023年は結局のところウクライナ軍による領土奪還は大きな目標を達成することができませんでした。例えば南部ザポリージャ州においては南進作戦を進めることによってトクマクやメリトポリといった目標地点を抑えた上でアゾフ海に到達するというのが大目標でした。じゃあだからといってウクライナに対する支援が全く無駄かといえば全くそうは思いません。というのもこちらの図を見てほしいのですが、ロシア軍による侵攻に伴ってロシア軍の占領地がどのような推移をたどったかです。ロシア軍の占領地最大だったのは去年の4月の段階でウクライナの各所においてロシア軍の占領していることを示す赤く塗られていた広大な土地がありました。当初ウクライナに対する軍事支援は対戦車ミサイルのジャベリンをはじめとしたまずは歩兵に持たせる兵器、次に装甲車を渡す、次に榴弾砲を渡そう、自走砲を渡そう、ハイマースのようなちょっと射程距離のある兵器を渡そう、議論が
長々とされた後に歩兵戦闘車や戦車を渡そう。さらに長い議論の上で戦闘機を渡そうといった具合にして、段階的に時間をかけて軍事支援が実施されてきました。戦闘機についてはまだ訓練中で渡されるところまで来ていません。さらには長距離兵器といったものは全く渡されていないと言っても過言ではありません。巡航ミサイルがウクライナに供与されたのもロシア軍の侵略開始から相当の時間が経ってからであり、その射程距離もクリミア大橋を落とせるほどのものではありません。そうした状況の中でウクライナ軍は反撃によってロシア軍の占領している地域を半分近くまで落とすことができています。逆に言えば今のような戦車や戦闘機も供与するリストの中に入っている状態で継続的な支援を行うことができれば、ロシア軍にかなりの打撃を与え続けられることは確定的なことであり、これをもってして無駄と考える方がむしろ不自然だと私は思います。というわけでウクライナ情勢解説、関連ニュースから始まって選挙解説へと続いてきました。2022年、2023年とずっと戦争が続いてきたわけですが、残念ながら一つこうした戦争が続くことによって戦争慣れといったものが日本だけではなく世界でも蔓延しています。侵略戦争があったとしてもそれが日常になってしまえばもはや気にする人がいなくなってしまうという状況は一言で言えば国際秩序の崩壊です。皆さんの中にどれだけナガラノカラバフの奮闘のことを覚えている人がいるでしょうか。アゼルバイジャン軍の攻撃に伴って自称独立国家は数日の間に崩壊し、12万人の人々が住んでいた土地から離れざるを得ませんでした。そして現在ではイスラエル情勢、ガザ地区における戦闘は非常に激しいものがあります。この後他の地域で戦争が起こったとしても、もう他の国には関わらない方がいい、軍事支援なんかしない方がいい、戦争があったとしても戦争したい国々だけでやればいいといった声が各国でどんどんと深まっていくことは、結局のところ侵略をしたい、現状を変えたいといった人々にとっては非常に戦いやすい時期へと突入してしまいます。そしてそのようなことを考えている可能性のある国として日本の周りでは非常に軍拡を進めている中国のような国の存在があることを忘れてはいけません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。またちょっと動画の内容とは異なるのですが、最近マイクの設定でかなり悩んでいます。今回の動画でも私の話し声の音量であるとか音の聞こえ方であるとか、その点について詳しく感じた方はぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。